こんにちは、カノンです。今日ね、旦那さんの実家に帰省するっていうことで、朝新幹線に乗ったんだけど、品川駅で新幹線の切符を買おうとした時に、発車時間が6分後の列車と30分後の列車と2つあったんだよね。で、これはもう6分後しかないねって旦那さんが言って、旦那さんのボタンを押したりする時のさ、こう感じ、エネルギーみたいなのがさ、こう回転数がカーって上がってくる感じっていうかな。なんかこう、焦りのこう周波数みたいな、多分私がこれ一緒にこうぐーっと観測して入ると、私の中にも全てあるさ、周波数のうち、焦りの周波数を一緒に活性化するので、この家族4人の全体の中のバランスという意味では、私は、違うエネルギーの源をこう活性化した方がいいなと思って、改札から、ホームまでも距離があるから、なるべく、こう近い方に行ってた方がいいな、待機してた方がいいなと思って、じゃあここでパパ来るの待ってよって、旦那さんが切符を買って、わっせ、わっせって来てるの。でもめっちゃ焦りのエネルギーが活性化してるからさ、なんかいろんなものをバンとかポンとか落としたりしてるのね。娘たちの切符に大人の切符を渡しちゃって、これじゃない、これだみたいな感じで、ありがとうなんつってやって、走るよとかって、こう、改札を取ったわけ。で、その走るよっていうのを聞いたときに、今ここっていう瞬間の一点はさ、今ここに没入すると時は永遠になるじゃない？だとしたらこの今ここを最高に感じながら過ごしていったら絶対に間に合うだろうなって思ったの。で、このあと数分しかないからこそなんかもう絶好の実験のタイミングが来たなと思ってさ。で、そう思いながら、娘大丈夫かなと思って、ふっと後ろ振り返ったら、すごい笑いながら走ってるのね。で、子供はやっぱ今ここにいるなと思ったんだけどさ、やっぱ大人がなんかちょっと焦ってるのって楽しいじゃない？で、わかった、待って、みたいな感じで、一生懸命さ、バッグ持って走ってるわけ。もう今ここを走ってるんだけどエンジョイしてるみたいな存在のエネルギーなの。で、それ見て、さらに、いいな、そうだなと思って、今ここ味わおうって。で、今ここで何がしたいかなと思ったら、今ここでさ、ちゃんと新幹線にも間に合いたいわけじゃん？たら、その、ほっとしたエネルギーになりたいからさ、もう意識だけ先に飛ばして、階段を降りて意識だけね。で、来る列車に乗って、座席に座って、もうやっぱ間に合ったね。もうよかった、みたいな話をしている、こう、イメージをしたわけ。それをこう自分の今にこう下ろしてくるっていうかさ。で、ほっとした、みたいなことを思いながら、ゴロゴロキャリーケース引いてさ。で、旦那さんはエスカレーターを急いで降りながら、ホームの乗る列車のところに走ってたんだよね。で、ちょっとじゃあ、みんなで行こう、パパについて行こう、つって言ってさ、走りながらさ、あともうちょっとかな、パパいるかなとかっていう時にさ、ふっと足元見たらさ、クレジットカードが落ちてたわけ。で、どうしよう、これで拾って、駅員さんのところに行ったらもちろん間に合わないよね。でも、これどうしようかなと思って悩みながら、でも、いざとなったら、新幹線の人に渡そうと思って、拾ったの。で、パッと見たら、そこのクレジットカードに旦那さんの名前が書いてあったわけ。落としとるんかいみたいなさ。で、それ持って、ちょっともう、半笑いっていうかさ、落ちてたよ、みたいな。で、みたいな。クレジットカードで、切符を買って、そのままどっかに入れた表紙にポロリンって落ちたんだろうね。ホームに。で、いやもうこんな急ぐつもりじゃなかったんだけどって言いながら座席について、座って、なんかごめんね、こんな急がせちゃって、なんつって言ってて、大丈夫だよ、つっていう話をした時にさ、なんか私としてはこれ、あと6分だっつって言ってかけてる時に、今ここ永遠を体感する実験しようって思ったじゃない？で、それを思った時に、ブワッと今ここの時間エネルギーが広がって、ある意味視点がさ、エゴの埋没しているあと6分しかないっていう時間という幻に縛られていた視点から、こう視点がぐーっと上に上がって、時間がない創造主の
視点のところに、こう、意識が飛んでいくというか、だから自由自在に、間に合う自分も作れるし、間に合わない自分も作れるしっていうところに行って、で、間に合う自分を作って、で、その次元に移行するっていうことをやっていた気がして、で、そのエネルギーでいると、例えば家族4人いた時に、例えば旦那さんが焦りのエネルギーでいて、そこから何か不都合が起きる。忘れ物をしちゃったとかさ、何かが、ミスしたみたいなことがあっても、そのエネルギーど真ん中でいる人が一人いると、その、こう、起こった不都合みたいなの全部きれいに回収できる。全部全体調和でそれを持っていけるって思ったんだよね。だから、なんかすごくね、この今ここにいようという決心することによって、いろんなオセロがこうひっくり返っていくっていうか。で、それは誰かがもしかしたら困るかもしれない状況の時も、それを、問題なかったねっていうことになる次元にも、自分ごと導いていくことができる。みたいな気がしたんだよね。で、これ、新幹線の席に着きながら、いやー、びっくりしたね。でも、本当ありがとう、カード拾ってくれて。もし、落としたままだったら、今頃大変だったよ、なんつっていう話をしながらさ、ああ、大丈夫って笑って話してたら、旦那さんがニヤッと笑って、でも、インスタの投稿のネタができてよかったねって言ったの。だから、なんか、FOL のためにありがとうございます。身を、呈して、落としてくださって、みたいなさ、わははって笑ったんだけど、なんか、私が今ここ永遠を体験したいなと思って、切迫された状況であればあるほど、それをさ、ビビッドで体験できるじゃん？ないっていう状況の中からあるっていう状況を体験できるから。なので、したいなって思った時に、旦那さんがもう身を挺して、焦ってくれて、いろんなものを落としてくれて、挙句の果てにクレカまで落としてくれて、そして私が拾って、なるほど、今ここにいると、創造主の視点で全ての不調和を調和に持っていけるんだっていう深い気づきと安心と納得を得る。そのために彼はあんなに焦った周波数でそういう現実創造をしてくれたって思ったんだよね。もうなんか解釈は自由だけどさ、なんかそう思うと本当にありがたいなって思うし、一つ一つが実験材料だなと思って、もうね、勉強になりました。そんなの今日の発見でした。今ここにいる。時が永遠になる。すべてがあるに変わる。みたいな。なんかそういうシーンを日常生活の中で1日1回でもいいし、2日にね、1回でもいいんだけど、経験を重ねていくと、自分の体感値としてね、信念が深まっていくなっていうことを改めて思っています。それではまた、カノンでした。じゃあね。